はーい、ミキです。日本のレストランやカフェ、お食事処に行った時に、店員さんになんて声をかけたらいいんだろう。フォークやナイフが欲しいけれど、どうしよう。どういう風に食べたらいいのかわからない。などの心配事がたくさんありますよね。はじめましての皆さん、ミキです。私はイラストやゲームを使って楽しく日本語を学べる教材をデザインしています。レストランの席に着くとタオルが用意してあります。そのタオルはなんだかわかりますか？そんな時に覚えておくと役に立つ。これは大切と私が思うマナーやルールを紹介します。日本には本当に様々なスタイルのお食事どころがあります。ワイワイとみんなで楽しめるお食事どころだったり、高級なお寿司屋さんではカウンターに座ってゆっくりといただくスタイルもあります。ラーメン屋さんなどでは一人ずつ座って静かに食べることもあります。でも、大体どんなお食事どころでも守る習慣は同じです。まずお店に入ると、店員さんが声をかけてくれたり、来てくれたりしますので、入り口付近で待っているのが一番いいかなと思います。席に案内されるまでは少し待ってみましょう。カフェなどのコーヒーやお茶をいただくところでは、注文してから席に座るので、並んで飲み物や食べ物を注文しましょう。テーブルの上にあるタオルは何でしょうという質問でしたが、それはおしぼりというものです。おしぼりと言って濡れたタオルが席に用意してあることがよくあります。皆さんはどう使うかわかりますか？夏は冷たくて、冬は暖かいタオルは食事をいただく前に手を拭いたり、お食事中のナプキンの代わりとして使います。うちのお父さんは顔を拭いていましたが、マナー違反なのかはまだにわかりません。口を拭いたりするタオルなので、顔を拭いても良いとは思いますけどね。座ってから食事をする場合は、店員さんが注文を取りに来てくれますので、待ちましょう。注文の準備ができたら、手を挙げて店員さんを呼んでみてもいいと思います。すみませんと言って呼んでみましょう。すみませんの使い方を紹介した動画もありますので、レストランで使う簡単なフレーズなど紹介していますので、ぜひ見てみてくださいね。食べるものにもよりますが、だいたい基本的にはお箸が用意されています。お店によっては普通のナイフやフォークを置いていないお店もあるかと思います。ナイフやフォークが必要な時はお店にあるか聞いてみましょう。すみません、ナイフとフォークはありますか？の一言で十分です。お箸は大切に扱うことをお勧めします。器やお皿を叩いたり、
テーブルにバラバラと置いたりするのは避けましょう。箸置きがある場合は使って、ない時には器やお皿の上に並べておきましょう。食べ物を箸から箸へ渡さないようにしましょう。これは唯一お葬式で行う事柄の一つなので、日常でするのはマナー違反です。食べ終わったら、フードコートなどでは自分で食器を片付けることが大半です。注文したお店まで返しに行きましょう。レストランなどでのお食事どころではそのままにしておきましょう。日本ではチップの習慣はありません。どんな場合もチップを心配することはありません。次は、私だったらこうすることを紹介しますね。テーブルにお醤油などソースをこぼしてしまった時には、きれいに拭いておきましょう。鍋など何人かと食事を共有する時には、新しい別のお箸をもう一つ使って取り分けるように私はしています。食べ終わったら、食器をひとまとめにして片付ける人が片付けやすいようにしておきます。そんな感じでしょうか？はい、どうだったでしょうか？初めてレストランやカフェ、お食事どころに行くときってちょっと緊張しますよね。大丈夫です。心配しすぎず、わからないことは聞いてみましょう。旅行で使えるフレーズも以前に作った動画がありますので、ぜひ見てみてくださいね。他にこれはどうするの？こういう時はどういうふうに言ったらいいの？など質問がありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。そして日本のお食事どころに行ったことがある方は、こんなことがあったなどの経験談もぜひ教えてくださいね。旅行で覚えておきたいフレーズなどのワークシートが私のオンラインショップでダウンロードできますので、もっと日本語を勉強してみたいと思った方は、ぜひ見てみてくださいね。ひらがななどのスターターキットなどもあります。QR コード、どこかにある QR コードと概要欄に載せてあります。もしこの動画が役に立ったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。See you next time.